どうも、フィッシャーズシルクです。今、僕がですねいるのは、ここです。見える人には見える点ゼロでございます。実はですねメインチャンネルの方でもね、動画を出したし、個人チャンネルの方でも動画を出させていただいたんですけど、前回、この見える人には見える点というものがあってですね、そこを僕行かせてもらったんですよ。で途中まで個人チャンネルロードシルクで出す予定だったんだけど、いやちょっとこれはすごいことになったな。その現場でハプニングが起きて、急遽メインチャンネルにね、出すことになったっていう異例のね出来事が起きたんですよ。見える人には見える点に、今からねお邪魔しようかなと思っております。ちなみになんですけど、僕心霊写真撮れたこと、あります。何度もあります。で映像にも何度もあります。一番怖かったのはですね、僕の家のものが何よ、びっくりした。何、どういう場所かっていうと、要するに霊感あるなしとかもいろいろあると思うんですけど、霊って見えないじゃないですか。で世の中に霊が見える人もいるし、その見え方もいろいろあると思うんですけど、霊が、見える人の目線やっぱ気になりますよね。だから多分心霊の動画とか、テレビとかでもそういうね恐怖体験の映像とかっていうのは見られると思うんですけど、見えない人が普通なんですよ。でその見えない人が霊を見える人の目線に立てるよっていう、体験できるよっていう、そういった展示会なんですよね。よくね俺言われんのよ、霊見てみたいっていう人。見たことある僕からの目線で言うと別にいいもんでもないのよ。絶対見ない方が良かったやみたいなやつとかもいたりするわけよ。なんか目合わせちゃいけなそうなやつとか、そういうのにさ、なんか友達とさせっかく楽しくさ遊んでたのにさ、帰り道とかでたまにポンっていてみ、それでも見えた方がいいって言える？ディズニーランドとかでさ、そのデートした帰りとかに本当楽しかったねって家の前とかでなんかずぶ濡れの女性立ってるみたいな、めっちゃ嫌でしょ。見えないからないものねだりじゃないけど憧れるのはとっても僕もわかるし、僕もそのいきなり見えるようになったタイプなんで、見えなかった時はちょっと霊見てみてえなみたいな、別に信じてねえなみたいな感じで言ってたんでね、ちょっと分かるんですけど、ここに来ると見えない人でもそういった体験ができるっていうね場所でございます。背景でなんとなくこんな感じのイベントなんだってもしかしたら分かるかもしれないですね。前回の動画見てくれた人はね、これでそういう感じかって分かると思うんですけど、写真があってそこにフィルターを通してみると霊の姿が浮かび上がる的な感じだったんですよね。今回もそんな感じなのかな。なんかこの黄色のこのねぐちゃぐちゃぐちゃってなってるのが多分霊がいるよっていうやつなんだろうな。で早速ね、中見ていきましょうか。このイベント自体がねシークエンスのはやともさん、お笑い芸人のねはやともさん、ゾッとする話がね出られてるね方なんですけどと、三好さんっていう方でね、霊能力のある2人が、タッグを組んでやってる展示会なんですよね。すんごいたくさんの張り紙、記念撮影の場所もありますけど、こんな写真が撮れますので撮ってみるか。この場合ってめちゃくちゃ俺霊じゃない？これどんかぶりしてる？マジで今年いろんな心霊スポットとかいろんな場所行ってるからさ、今俺どうなってんだろうね。大丈夫なんかな。朝倉ハオみたいになってないかな今。スピリットオブファイとかいない？後ろに。俺小学生の頃真似してさ、ハオの真似してちっちゃいなって言ってたけど、クラスで一番ちっちゃかったの俺だった。霊能者が監修してるこういう展示会ってあんまないよね。そういうのなんか結構いろんなグッズありますね。見える点ゼロ、グッズラインナップ。見えそうだ、見えそうめん。グッズ考えてる時絶対楽しかっただろうね。で見えそうだが出てから見えそうめん出ただろうね。お清めの塩5個セット、こういうのもあります。見えそうだをくださいはい。冷えてるとなんかまずいんですか？見えそうだ買いました。向こう側へ。うまっ。噂によるとなんだけど、今日ちょっと電気トラブルが起きたみたいですね。前回は僕のその後ろの扉がぶっ倒れるっていうトラブルがあって、その日なんかいろんな方がね写真撮ると連写すると1枚だけ真っ黒の写真が撮れるとか、そういったことがね起きてたみたいなんですけど、今日はどうやらちょっと電気トラブルが起きて展示物が1個見れないのかな。なんかそういうアクシデントが今起きてるみたいです。じゃあちょっと中見てみるか。三好さん、こんにちは。いつもどうもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそちょっといろいろと起きてしまいました。会場入られた瞬間からもう5つぐらい起こってますけど、多いな多いな。なんか何がどうなったのか。こういう電気系統のトラブルが結構もう大変な大きめのトラブルが起こっているのと、はい、さっきシェフさんと今日お願いしますって挨拶して、はい、外出たらなんか外にある隣のバーの大きな看板があるんですけど、はい、それがバーンまたバーン行きました。階段登って階段中盤ぐらいまで行ったら後ろでバーンって言ってはって振り返ったら前誰もいなかったんですけど、大きな看板がまたあれ、はい始まったり、今回の見える人には見える点と、はい、まあ今回ゼロじゃないですか。前回と何がこう違うんですか？今回はですね、前回は主に写真のパネルのみの展示だったんですけど、大幅にこの見えるバリエーション、見方のバリエーションを増やしまして、これ持っていきましょう。写真館再現部屋、すげえ。なんだこれ、物品庫裏視界、なんだ。見える人には見える点ゼロ。もう写真館だ。もうか。この世界には私たちには見えない何かを見ることができる人がいます。それじゃ行ってきます。すげえ。これどこ？これ廃墟か。視線をこれ見てれば大丈夫なんだけど、反らしてこう進むとここが動いてる感じとか吸い込まれるんだよ。ちょっと吸い込まれそうな、なんかここにうわなんか気持ち悪い。これ前回もあったやつだ。ほら、なんか吸い込まれそうって言ってたね、写真のところにはこの要は2人の霊がいたということだね。巨大な少年だって。ソバージュレディ、30代後半くらいで、この施設の中では若い方。これすごいよね。大体こういった例みたいなのがさ、ちゃんとこうやって書かれてるのすごいね。ナイロン素材のベストにジャージ素材のパンツを履いている。そこまでわかんのすげえな。素材まではわかんないけど、確かに見えるときは見える。俺もそれ経験あるし、霊媒師さんが絶対入っちゃいけませんよっていうところがあるんだけど、そこのね近く行った時にほんと工事現場、全身緑のねつなぎみたいなの着てる武将髭生えたねおじさんがね山から降りてきたんですよ。で完全にそいつが霊なんだけど、見える霊は確かに見える、しっかりと。こっちの写真見て向こうの答え合わせをしよう、そういう感じじゃない？いやーでも本当にね、ここ最近こういう廃墟とかさちょこちょこ行ってるから、本当にいる時はいるんだよ。声聞こえたりすんので、なんか声に聞こえるなじゃないのよ、ちゃんと声なのよ。本当に最近それね何回もね感じたんだけど、すごいね。多分こういうところ行っても普通の人は何にも分かんないと思う。雰囲気で怖いだけだと思うな。これちょっと使ってみますわ。これか。結構おるな。こうやって見るんだって。スポーツ狩りのおじさん、作業服っぽいナイロンジャケットに茶色のボトム。さっきそのなんか作業服の話したから嫌だ。こうやって見えない人でもフィルターを通してどこに霊がいる、どんな霊がいるっていうのは絵で分かりやすく伝わるようになってます。なんかこの辺からちょっとおぞましいな。この辺の写真、いわゆるホラー漫画で見る女性、夜も相変わらずこちらを見て笑いかけています。さっきのの別角度か。これ鳥居の向こうからこちらを覗いていますってめっちゃ怖いな。一応なんか結界みたいな感じなんかね、鳥居って。そっから向こうには入れるけどこっちには出てこれないみたいな感じなのかな。でしかも踏切って怖くない？その前に踏切があるのってなんかこういう霊がいるとさ、なんだろう、ちょっとそういった自ら命を絶つとかそういうことにつながりかねないっていう想像できちゃうのが嫌だよ。この場所より近づいてくる気配はありません。やっぱこの鳥居が教会なんだ。夜に撮影した時には別の人が立っていたので、彼はお昼担当なのかもしれません。そうなの？ここシフト制なの？思い詰めた主婦の後ろ姿だってめっちゃ怖いやん。便器に座る無表情の女性。この辺だけでも結構リアルだな。そのなんか悪い霊だけがいるわけじゃないのが。横結びロン毛日記、むず発音。ここが先かな。次びっくりした。何もう入り口が奥側になってまして、こちらからこう一周戻ってそっちか。わかりました。向こうの部屋に入るんだってさ、この奥の部屋。めっちゃ嫌やこれ。めっちゃ嫌。こんな感じで見えてますよってことだね。すごい再現だねこれ。すごい人影が1、2、そしてこっち側の押し入れにね3人目がいるの。この部屋は霊能者が実際に見た空間を元に再現しています。これまでは写真を通して平面的に存在を感じていただきましたが、
こでは見える人が立ち会ったそのままの空間を立体的に体験することができます。なんだろう、この冷たさとかやっぱ薄暗さ、このカビみたいな感じ、やっぱねプレッシャーみたいなのあるな。人型のものがあるってだけで3人の存在が確認できました。そう、押し入れに座ってる人と引きこもりの中年男性、母親かもしれない女性、恐怖を感じて亡くなった人は防衛姿勢のまま霊体になることが多いんだって。もう帰りたくなってきた。今のが再現部屋だったんだね。じゃあお邪魔します。うわー、このホラー映画の家でよくあるこのシャラララーメン、これなんか怖くない？物品庫なんだこれ。何これ。霊的な存在は場所や物に宿ることがあります。この物品庫に並ぶのはいわゆる呪物ではありません。あ、そういうことね。呪物ではないんだ。それぞれの品にはかつての持ち主の記憶や感情、祈りや願いといった目には見えないものが静かに染み込んでいます。ああ、そういうことか。何気ない道具の一つ一つに確かに気配が宿っています。そういう大切に使われたものとか長らく家に置いてあっていろんな家族の描写とかをものが見てきたとかもね、あるだろうしね。そういうのがなんかこう思い入れとかそういうのが刻み込まれてるんだ。物に魂が宿るとかってよくあるよね。それはね僕も経験したことがあるんで、その呪物的なものも持ってたことあったし、じゃないとねお気に入りのものとかってできないじゃん。多分いずれも大切にね家に保管されていたものなんだろうね。すっごいいろんなのがあるよ。それこそ人型のものがあったりお面だったりとか人形もあるしね。うわ、いろいろあるわ。剥製とかも何かしら宿ったそうだよね。これ人形もあるね。なんか虎に食われてねて大丈夫？人体模型くんですね。はい、ここ最近この子からなんだろういろいろとあったんで、要は現象がねちょっと嫌ですね。多分この子は大丈夫なんだろうけど。もう一回ノックをお願いします。誰かいますかの問いかけにいないかトントントンみたいなのが結構3回ぐらいあったね。ほら行きましょう。ちょっとおや、うちのばあちゃん家にこういう人形あったな。結構あったんだよな。ちなみに僕の実家には、なんかね女性の顔がついただるまのね人形があったんですよ。その子がね押し入れに入れた途端髪の毛が伸び出すっていうねことが起きたことあります。あれはいまだにねその両親とこれなんでなんだろうねって話になるんですけど。奥の部屋、映像だ。これをつければ見えるようになるんだって。映像から見てみるか。これから見ていただく映像は日常の何でもない雰囲気の中にいる存在の動きを再現したものです。誰か走ってった。奥に誰かいる。何？これすごいね。これつけてないと見えないんでしょ。なんか走ってきた。小学生。この特製メガネの仕様はすごいわ。これ心霊スポットから持ってきた。これそのまま。ここ禁止なんだ。ここが禁止です。じゃあちょっと音声だけお楽しみください。そういうところでもいるよってことね。やっぱ霊体によってはあれなんだね。姿形そのまま生前の形じゃないこともあるのかな。これは確かにあれだね。ここ来ないと見れないかもな。パワースポットだから神秘的なものとかもあるわけだな。この部屋の上部にはとある神聖な存在にも静かに鎮座していただいてます。なんだそれ。どうか心を整えてそっと見上げてみてください。このイベントの中でも力入ってる場所。なんだこれ。すごいよ。なんだこのエリア。山の中が再現されてる。うわー、なんだこれ。なんだあれ。俺の頭上に何かがいる。天井付近ご覧ください。白蛇だって。とある神社から使わされた専属の白だそう。もともとはその地域の水脈に宿っていた竜になるべく修行のみ。こっから竜になるの。蛇から竜になるの。やっぱ白蛇ってねすごい縁起がいいとかって言うもんね。修行の一環で監修三好氏の仕事を手伝っており、その縁で今回この場所に鎮座していただいて。
要するに何、三好さんの連れってこと？隙間を縫って誰かのチャンスや人脈をつなげることや悪い例を丸飲みにする。とぐろを巻いて悪事から守ってくれる。めっちゃいい存在。修行中でそんなことができるの？俺にも何かしらついてる気はするから取ってくれると嬉しいけどな。俺についてなくても俺付近についてる可能性はあるじゃん。神聖なものってね、あんまりこうなんていうの、こういった心霊系とかの動画でさ、あんまりこうね説明されることないけど、ここに来るとそういった神聖なものも説明が書かれてて面白いな。確かにそうだよね。霊がいるんだったらその逆もいるわな。神がいるんだったらね、それこそ逆もあるのもしかり。何でも表裏一体ですからね。神聖な姿のね、なんだろう、エネルギーとかって見たことがないから見てみたいな。いやー、こういうのは見たことないもんな。見てみたいわ。一礼ありがとうございました。最後の部屋って書いてある。撮影ネタバレ禁止です。最後の部屋。戻ってきました。前回の、最後のね展示物とかを見た人はね知ってると思うんですけど、今回の最後の展示物は最後の部屋と書かれていた場所確かにいろいろとちょっと考えた。見えないっていう不安から霊を勝手に怖い存在になんかしちゃってんのかもしれないですね。見えない人ほどやっぱ霊イコール怖いものって感じるだろうしね。見えたことがある人はさ、怖くないとかさ、大丈夫なんだけどとかっていうことがね言えるんですけど、これはもう信じるか信じないかなんですけど、僕はね結構そういうの分かるタイプではあるんですよ。こいつ大丈夫とか、これダメだとかっていうのが表情とかなんか立ち姿勢とかそんなんでね判断とかする時はあるんですけど、分かってれば確かにね近づかなければいいやとか、これ大丈夫、怖くないやつとかっていうのがねあるっちゃあるのよ。俺もねまさか自分がそういうの見えるようになると思わなかったから、何言ってんだって思われてもねしょうがないとは思ってるんですけど、何にせよ何かしらのエネルギーと捉えてもいいのかもしれないですね。そうすればなんかちょっと寛容になれたりとか許容範囲っていうのが広がるからな。その見えないものに対して見えるようになると一気にねなんか寛容になるというか許容範囲が広がるのかわかんないんですけど、これね本当ね自分でもね何言ってんだこいつと思うんだけどね、分かるもんは分かるのよ。多くのことを考えた展示会だったかも。学びを得た気はする。よし、じゃあ行きましょうか。全部見終わったかな。とりあえずよかったね。そのなんか俺が通ったところの電気がさバーンと割れるとかさ、そんなんなくて、また起きたらさ、その目の前でまた起きたらそれはそれじゃん。ちょっとお疲れ様です。ありがとうございます。背筋が凍るようなとかではなく、言ったら見えない存在への理解度を深める会って感じでした。いや神聖なものをさ、はい、うちの白蛇様、ね、神社で手を合わせてても、何がいるんだろうとか、確かに何かに向けてですもんね。そう、なんか想像がつきにくいんですけど、あんな感じでどこにもね何かしらの存在がちゃんと鎮座してるんだなって思いながら手を合わせていただければ。見えないもののエネルギーみたいなのって多分大きい気はするんですよ、僕も。でそれについてなんかこう理解を深めてもいいんじゃないのっていう展示会な気がして、自分のなんだろうな、その想定の多分外だと思うんだよね。普通の人からするとさ、なんかちょっとこう飛んだ話に聞こえるかもしれないけど、テレビとかね触れる機会はあるから、みんなもちょっと理解してみても触れることがあってもいいんじゃないのっていう、そういった展示会で、なんか勉強会みたいな感じでした僕は。いやー、なんかいろんなものになんか目を向けられるようになりそうな、そんな会でした。で僕が来てなんかいろいろと起きたという話を聞いたんですけど、何が？最終的にはね復旧してよかったんですけど、はい、シルクさん入ってきた瞬間に、見ていただいた最後の展示、あれ全部装置ぶっ壊れました一回。復旧したんだ一応。じゃあそうなんです。見れるようにはなってはいたんだけど、はい、ちょっとあの部屋の仕掛け見ていただいた、あれが完全にもうダメになって、だから入ってこられてからしばらくもう上スタッフバタバタでどうしようってなっても、確かに 4,5 名ぐらいここに降りてきて皆さんいましたもんね。あの時のざわざわはそれでした、ね。そうだったんだ。初めてですかね、今回で不調出たの。
そうだったんですね。今まではじゃあ特にここはゼロの方は何もなかったんですね。ゼロの方は何も不調は最後の方の不調とか別になかったんですけど、本当に突然その様子を私が見に行く途中で外にあるめちゃめちゃでかい看板がまた誰もいないのにバンと倒れるという裏でいろいろと起きてはいたんだ。つゆ知らず見えソーダをガブ飲みするっていうちなみに見えソーダパッケージの裏に、簡易的な除霊方法、ソーダを使った簡易的な除霊方法が書いてます。おう、そんなの書いてあったんだ。全然知らなかった。すげえ。ゲップに乗せて邪気を排出する。結構こうゲップとか咳とか、あとトイレ行きたくなるとかでこうめっちゃ僕今トイレ行きたい。もう一本株飲みして行ってきていただいてすごい量出ると思いますよ。あんまこんなこと言うのもあるんですけど出し切って帰ってくださすいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こういった、動画、その見えないものの動画とかっていうのはね、YouTube 上でも結構見られるっていうのもあるんですけど、そんなことより僕はね、僕が体験してきたものを本当だよっていうのをこう証明したくて動画撮ってるところもあるんでね、なんか皆さんもちょっと僕らの動画見るときは否定からではなくて少し寛容な心を持ってそんなこともあるのかもと思いながら見てみてください。そしたら多分見える世界変わってきたりとかすると思うんでね、でも否定してもいいよ、全然いいんだよ。僕らのねフィッシャーズのメインチャンネル見たら分かるから、多分ね否定しきれなくなると思う。そのぐらいのことがね数多く起きてるんで、視野を広げるためにねフィッシャーズの動画見てってください。マジで漏れそうなのよ。ちょっと僕マジで行ってきます。トイレどこにありますかね。